こんにちは、もしおです。今回はティーンエイジミュータント・ニンジャ・タートルズ革版画コレクションをご紹介します。こちらは先日コナミが発売したレトロゲームのオムニバスソフトで90年代に発売されたミュータント・タートルズ13作品を収録しています。個人的にはタートルズ自体には特別な思い入れはないのですが、コレクション系ソフトのパッケージ版って本当に好きなんですよね。迷わず予約購入してしまいました。ベルトスクロールアクションが多く異色レアなアーケード版を収録しているのもポイントですね。タイトルがティーンエイジミュータント・ニンジャ・タートルズ革版画コレクションと長いので、動画の中ではこれ以降革版画コレクションと省略させていただきます。ミュータント・タートルズは先日ベルトスクロールアクションの新作シュレッダーの復習をご紹介させていただいたばかりですよね。日本国内ではしばらく沈黙していたタートルズシリーズですが、連続でのリリースとなりました。先日のシュレッダーの復習と今回の革版画コレクションは開発も発売も全く別の会社です。偶然なのか狙ったのか分かりませんが、ずっと発売されていなかったシリーズの作品が1週間に2本リリースされるのはちょっと面白いですよね。革版画コレクションは8月31日にいくつかの国で発売されました。国内ではダウンロード版のみの発売だったのですが、北米で発売されたパッケージ版を購入して届いたものがこちらです。パッケージ版は北米で8月31日に発売されて少し前に届いていたのですが、イーグレット2ミニの追加パッケージの件や欧州版メガドライブミニ2の件など予定外のイベントが発生しましたので、このタイミングでの動画となりました。本作にはアーケード版やメガドライブ版のゲームも収録されていますので、最近チャンネル登録いただいた方でも本動画をお楽しみいただけるのではないかと思います。収録ソフトは全部で13本で、内訳はゲームボーイタイトル3本、ファミコンタイトル4本、メガドライブタイトル2本、スーパーファミコンタイトル2本、アーケードタイトル2本となっています。今回の動画ではざっと概要をご紹介させていただいた後に、それぞれのプレイ映像を1分から3分くらいに編集したものをご覧いただき、最後に感想をコメントさせていただくという流れで進めていきたいと思います。国内で発売されなかったファミコンの対戦格闘ゲームや国内で稼働しなかったアーケードゲームもありますので、お時間がございましたらぜひお付き合いいただければと思います。それではパッケージ版の革版画コレクション開封していきます。正式名称はティーンエイジミュータント・ニンジャ・タートルズ革版画コレクションですね。購入したのは北米版のパッケージです。北米での価格は 39.99 ドル。いつもであれば北米アマゾンで予約購入するところですが、この凄まじい円安です。どのように購入するのがベストなのか、しばらく様子を伺っていました。8月に入ると発売前にもかかわらず国内アマゾンで輸入版の予約が始まりました。輸入版の予約ができるというのは便利ですよね。予約価格は6108円で、発売日の8月31日から9月2日の間に受け取れるとのことでした。北米アマゾンで購入した場合は送料を加算すると合計約50ドル、日本円に換算すると7000円弱になり、輸送も1週間から10日はかかってしまうので、今回は国内で予約しました。正直北米で8月31日に発売される商品がすぐに国内で受け取れるとは思えなかったのですが、9月2日には出荷され、その日の夕方には到着。提示されていた予定の通りとはいえ驚いてしまいました。円安なのは残念ですが、国際的に展開している Amazon ならではという感じですね。パッケージの中身はゲームカードのみでした。今回はゲームを起動しながら概要をざっとご説明させていただきます。本作ティーンエイジミュータント・ニンジャ・タートルズ革版画コレクションは2022年8月31日にコナミから発売になっています。国内の任天堂スイッチではダウンロード版のみの発売で価格は3300円。今回ご紹介させていただく北米のパッケージ版は 39.99 ドルです。ティーンエイジミュータント・ニンジャ・タートルズは海外で人気の作品で何度もアニメ化、ゲーム化されていますが、日本では
90年代前半に放送されたアニメの印象が強いかもしれませんね。この時期はコナミがゲームを発売していましたので、ミュータント・タートルズのゲームといえばコナミのゲームという印象が強いのではないでしょうか。本作は90年代に発売されたコナミのタートルズ関連作品を13タイトル収録した当時のファンにはたまらないレトロゲームコレクションとなっています。コナミは他にもコントラアニバーサリーコレクション、悪魔城ドラキュラアニバーサリーコレクション、アーケードクラシックスアニバーサリーコレクションといったレトロゲームのコレクションソフトを発売してきましたが、今回そのシリーズに本作が加わりました。収録されているタイトルはゲームボーイ用ソフト3本、ファミコン用ソフト4本、メガドライブ用ソフト2本、スーパーファミコン用ソフト2本、アーケード版2本の合計13タイトルとなっています。13タイトルのうちファミコン版1本とアーケード版1本は北米のみの発売で英語版となっていますが、それ以外の11タイトルは日本版と北米版の両方を収録しており、切り替えて遊べるようになっています。機能もレトロゲームではおなじみのステートセーブ、ロード機能に加えてミスしても直前の状態に戻すことができる巻き戻し機能も搭載していますので、当時難しくてクリアできなかったゲームも無理なく攻略できるようになっています。本作は資料系のデータも充実しており、データは亀のアジトというコンテンツで閲覧できるようになっています。こちらはゲームパッケージ。当時のゲームの箱が揃っています。箱は潰した状態で掲載されていて、側面も確認できるようになっているのは良いですね。説明書も一通り揃っています。当時のものをソフト内のコンテンツとして閲覧できるのは良いですよね。メガドライブミニなどは PDF でダウンロードとなっていますが、個人的には本作のように本体に収録してほしかったです。パッケージや説明書以外にも広告、カタログ、コミックといった資料が閲覧できるようになっています。オプション機能はゲームごとに用意されており、それぞれ内容が異なります。映像はアーケード版のオプションですね。ゲームごとに簡単な攻略ガイドも用意されています。説明書以外にこういった読み物があるのは嬉しいですね。それではゲームをプレイしていきます。1本目はゲームボーイ用ソフトでティーンエイジミュータントニンジャタートルズです。日本では90年8月にリリースされました。サイドビューのアクションゲームでジャンプと攻撃を駆使しながらステージを進んでいき、最後にボスと戦うというオーソドックスな内容です。2本目はゲームボーイ用ソフトの第2作目、ティーンエイジミュータントニンジャタートルズ2です。日本では91年11月にリリースされました。前作を踏襲したサイドビューのアクションゲームで、より凝ったグラフィック、ゲーム内容になりました。全6ステージでボーナスステージも用意されています。
3本目はゲームボーイ用ソフトの第3作目「ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ3タートルズ危機一発」です。日本では2年ぶりとなる93年11月にリリースされました。前作同様サイドビューのアクションゲームではありますが、巨大な迷路をマップを確認しながら進んでいく探索型に近いゲーム内容になりました。4本目はファミコン用ソフトで激カメ忍者伝。日本では89年5月にリリースされています。ファミコンではタートルズ第1弾となるソフトですが、まだ知名度が低かったことから激カメ忍者伝というタイトルになったようです。ゲームは俯瞰視点で移動する地上面とサイドビューアクションの建物、地下面で構成されているステージをカメ忍者を切り替えながら攻略していきます。5本目はファミコン用ソフトでは第2弾となるティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズです。日本では90年12月にリリースされています。本作より少し前にリリースされたアーケード版を移植したベルトスクロールアクションゲームです。性能が大きく劣るファミコンへの移植ですが、アーケード版の雰囲気は楽しめるようになっています。6本目はファミコン用ソフトでは第3弾となるティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ2ザ・マンハッタン・プロジェクトです。日本では91年12月にリリースされました。前作はアーケード版の移植作品でしたが、本作はファミコンオリジナルの続編で前作を踏襲したベルトスクロールアクションとなっています。ファミコン末期の作品ということで、ファミコンとは思えないグラフィック、アクションを楽しむことができます。
7本目は北米ファミコンである NES のソフトでティーンエイジミュータントニンジャタートルズトーナメントファイターズです。日本未発売のソフトで北米では94年2月にリリースされました。当時流行っていた1対1の対戦格闘形式のゲームです。国内ファミコン未発売の対戦格闘ゲームというレア感とファミコン末期の雰囲気を楽しむことができますが、本作より少し前に発売された同タイトルのメガドライブ版とはだいぶ異なったゲーム内容になっています。8本目はメガドライブのソフトでティーンエイジミュータントニンジャタートルズリターンオブシュレッダーです。日本では92年12月にリリースされたコナミの国内メガドライブ参入第1弾ソフトです。北米アーケードスーパーファミコンでリリースされたタートルズ・イン・タイムのアレンジ移植作品です。ベルトスクロールアクションというベースの部分はタートルズ・イン・タイムを踏襲していますが、ステージ構成などはメガドライブ独自のものでリメイク作品と言っても良いかもしれません。同時期に北米ジェネシスで発売されたサンセットライダーズも異色ではないリメイク作品でしたね。9本目はメガドライブでは2作目となるティーンエイジミュータントニンジャタートルズトーナメントファイターズです。日本では93年9月にリリースされました。対戦格闘ゲームで同時期にスーパーファミコンでも同様のゲームがリリースされていますが、他のコナミ作品同様メガドライブ版は独自の内容になっています。国内ではファイティングパッド 6B がリリースされた後のソフトですが、3ボタンのみの対応で強攻撃を出すには十字キーの前方と組み合わせる必要があります。
10本目はスーパーファミコンのソフトでティーンエイジミュータントニンジャタートルズタートルズインタイムです。日本では92年7月にリリースされました。国内ではミカドーのアーケード版2作目タートルズインタイムを家庭用に移植した作品です。キャラクターごとのアクションが充実した良質なベルトスクロールアクションゲームとして高く評価されました。移植に際して一部のステージはアレンジされていますが、バリエーションは多彩で今でも楽しめるアクションゲームに仕上がっています。Big Apple, 3 a.m.11本目はスーパーファミコンでは2作目となるティーンエイジミュータントニンジャタートルズミュータントウォリアーズです。日本では93年12月にリリースされました。当時流行っていた1対1の対戦格闘形式のゲームです。弱パンチ、強パンチ、弱キック、強キックの4つのボタンを使用し、コマンドによる必殺技、超必殺技が用意されています。ゲーム内容は異なりますが、北米ではメガドライブ版と同じトーナメントファイターズというタイトルで発売されました。Round 1. Fight! Shining cutter! Shining cutter! Boom! Shining cutter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 !
Let's kick down. 12本目はアーケード作品でティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズです。日本では90年にリリースされています。シュレッダーにさらわれたヒロインのエイプリルを救うべく戦うというベルトスクロールアクションゲームです。レバープラスジャンプ攻撃の2ボタン制でボタン同時押しでキャラクター特有の特殊攻撃が発動します。本作はファミコンにアレンジ移植されましたが、それ以降は Xbox360 の配信程度で移植機会に恵まれなかった作品なだけに、今回の収録は貴重かもしれません。Fire! Hang on, April. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. Attack! Not into that. Say your prayers, Turtle.13本目はアーケード作品では第2弾となるティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ・タートルズ・イン・タイムです。海外のみでリリースされた作品で、日本では正式にはリリースされていませんが、ごく一部の店舗では稼働していたそうです。国内では本作の移植作品であるスーパーファミコン版の方が有名ですね。操作はレバープラスジャンプ攻撃の2ボタン制ですが、レバーとボタンの組み合わせでダッシュスライディングダッシュ攻撃ジャンプ攻撃大ジャンプ攻撃など多彩なアクションを繰り出すことができるベルトスクロールアクションゲームで、本作を強く意識した新作シュレッダーの復讐も今年発売されました。
Pizza time! Prepare to die! Terminate the turtles! Pizza time! Cowabunga! Alley Cat Blues! Cool off, sucker! いかがでしたでしょうか。13本ものゲームが収録されている非常にコストパフォーマンスの高いソフトで、当時タートルズのゲームで遊んでいた方にはたまらないコレクションソフトかもしれませんね。当時のパッケージ、説明書、広告、コミック、設定イラストなど資料系のデータも非常に充実していますので、コレクションソフトとしても優秀だと思います。一方でゲーム内容はといえば、アクションゲームオンリーなだけにゲームボーイ版、ファミコン版のソフトは当時該当ソフトで遊んでいたかどうかで大きく評価が分かれそうです。8ビットゲームが好きな方であれば大丈夫だと思いますが、初見でのプレイでは微妙に感じる方もいらっしゃるかもしれません。メガドライブ版、スーパーファミコン版、アーケード版のゲームに関してはレトロゲームファンでアクションゲーム好きな方であれば今でも十分楽しめるゲームが揃っていると思います。特にこれまで移植機会に恵まれなかったアーケード版2作品が収録されているのはポイントが高いと思います。内容的にやや重複していたりもしますが、その違いをチェックして楽しむのも良いかもしれませんね。さて、タートルズのファンの方であればすでに購入されていると思いますが、タートルズに特別思い入れのないレトロゲームファン、アクションゲームファンの方は本作をチェックしつつも購入するのは迷っておられるのではないでしょうか。少し前にベルトスクロールアクションの新作ミュータント・タートルズシュレッダーの復習も発売されていますので、なおさらですよね。あくまで個人的な意見になりますが、迷っている方はシュレッダーの復習を先に遊んでみて、タートルズ作品に興味が出てきたら本作カワバンガコレクションを入手するという流れが良いんじゃないかなと思ったりしています。シュレッダーの復習は従来作品を踏襲しつつ現代風の快適なアクションにアレンジした優秀なレトロゲームの新作に仕上がっていますので、アクションゲーム好きな方であればどなたがプレイしても楽しめると思います。シュレッダーの復習は少し前の動画でご紹介させていただいておりますので、興味をお持ちになった方はチェックしてみてください。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。